どうもこんにちは、浦沢直樹です。浦沢直樹作品を電子書籍にするということのプロジェクトがですね、いよいよ完結を迎えようとしています。初期の浦沢、やわら、マスター・キートン、ハッピー、モンスター、20世紀少年、プルート、ビリバット、無印、くしゃみ、書いて書きまくる、最新作の朝ドラ、全部電子にしてきたわけですよ。でそれがですね、今回パイナップルアーミー、私の一番最初の連載作品を電子化するということで、プロジェクトが完結するということですね。パイナップルアーミー完全増補デジタル版、この機会にぜひご覧になってください。当時ビーパルっていうアウトドア雑誌のマニュアルコミックスっていうのが月1連載あって、毎月8ページでもうヒーヒー言ってたんですけども、突然ですね、原作がどさっとこう来まして、28ページかな、書いてくれって話になりまして、うわこれで大きい仕事来たなと思ったんですけど、それが割と好評でよかったねなんて言ってる矢先にですね、ある漫画家さんがですね、僕のちょっと聞いた話ですよ、実際どうか知りませんけど、行方をくらましたということで、行方がつかめるまで3回ほど雑誌の穴を埋めてくんないと言うんで、続きましてはこの間書いて好評だったパイナップルアーミーの続き、3は難しいですよ、3回連続連載なんてそんなのやったことないですもんって言ってたんですけど、その時は担当編集者が今恩を売っとくといいことがあるよって言うもんですから、その3週連続を書いたわけですよ。で3週連続がとっても好評だったもので、本格的にこれ連載してくれって話できて、ビーパルが8ページありますから月2回入れるのきついぞって思ったんですけど、連載という話を断る手はないということで、連載することになったんですが、毎回各週でクオリティの高いものを出していくっていうその作業はですね、もうやったことない作業ですから、これはもう地獄のように苦しくて、最初2週連続関東カラーってやりましたよね。当時の編集部の本当のお偉い人がですね、その編集会議に来て、僕のそのカラーページのゲラ釣りって言うんですね、それをね、みんなの前でこんなものをビリーって破いた、どこの馬の骨だか分かんないやつで2週連続も関東カラーやらせやがってなんつって、それもまたね、現場に火をつけたですね、編集長がすぐ飛んできて、俺はお前絶対使い続けると、俺は本気だからお前も本気で頑張ってくれっつって言って、分かりやしたなんつって、本当にベテラン勢が書くビッグコミックオリジナルの中で一人若造がですね、そこで獅子奮迅頑張り出すわけですよ。だけどですね、書いているうちになんとなく自分の中でしっくりこないなっていうものが芽生えましてね、その最初のうちからはあったんですけども、主人公のジェド・ゴーシっていうのがいわゆる傭兵っていうね、お金で雇われた兵隊さんなわけですよ。戦争に出かけていくとギャラが出るっていう、そういう経歴のある人なので、自分で進んで戦場に行く人間っていうのがやっぱり僕どうしても理解できなかった。戦争大嫌いなんで、敵側の人も容赦なく撃ち殺したりするでしょう。そういうようなことをお仕事としている人っていうのを僕のペンでもって主人公で書くっていうのがどうにも違和感があるっていうんで、その気持ちがドラマに反映して、パイナップルアーミーも途中から戦争反対のような気持ちとか、そういうものは虚しいものだよっていうものの様相が強くなってきたわけですよね。でだけど7巻あたりまで行った時に、自分の中ではどうしてもこれを書き続けるのは難しいなって思ったので、連載をやめさせてほしいんですっていうことを申し出しまして、編集長も僕の気持ちを汲んでくれて、そんなに嫌だったらやめろと、その代わり3ヶ月以内に新しい連載始めろと。じゃあパイナップルアーミーのその元傭兵のような設定ではなく、文武両道でいうところの文の方ね、文化系の人が主人公だったら僕書けますと。武器も手に持たずに、そこら辺にある普通の道具を使って戦う、頭が冴えてる人、それでいて相手の命を奪うようなことはしない。ストーリー展開としてはパイナップルアーミーで培ったようなストーリー展開で僕は書けますのでということで、それが後にマスター・キートンになるわけですけども、だから今読み返しますとね、パイナップルアーミーの中盤からもうほとんどマスター・キートンっぽいですよ。もうそっちの方が僕がきっと視野に入ってたんだろうなって思うんですね。原作者のお名前入ってますけど、原作者は漫画家っていうのの中で、僕は漫画家っていうのはこの作品におけるリレーであればアンカーであると思ってますので、僕のレースでやります。
っていうことを最初のうちから了解取ってましたし、自分で別の話が浮かんだらそっちの方がいいと判断したら僕の考えた話でやりましたし、全くゼロから僕が勝手に作っちゃった話もたくさんあります。パイナップルアーミーもマスター・キートンも原作者付きの浦沢作品みたいな風におっしゃられてる方もいますけども、実のところ内情はもうパイナップルアーミーもマスター・キートンも僕が作った漫画なんです。あの時代読み切りの大人っぽいものをああいう形で出せたっていうのが、25歳からパイナップルアーミー始めてよく頑張って書いたなと、漫画に対する真剣な態度が僕に伝わってきまして、今現在の僕もちょっと感心してしまいました。パイナップルアーミー若き日の浦沢くんの獅子奮迅の健闘ぶりを見てやってください。それで何ですかこれ、完全即興無茶ぶり。40年前のあのキャラを何も見ずに描けるのか。描けるでしょ描ける。受けて立とうじゃないですか。あんたジェット帽子なんて描けますよ。ジェット帽子描けなかったらやばいでしょ。これ雑に書いてるのはわざとですよ。これショーですから。いきなりちゃんと書いちゃったらそれペン入れする時の醍醐味がなくなっちゃうでしょ。いきますって感じ。いいんじゃない？こんな感じでね。一応雰囲気なもんじゃん。ちょっともっとしゃくれだね。そうかそうか。なるほどね。下顎ね。これから気をつけます。第2問。ジャネットさんね。柔らかく前ですから女性キャラっていうものに非常に慣れてないんですよ。ジャネットさんの描き慣れてない感じっていうのはやっぱり当時の絵をちらっと見るたんびに嫌な気持ちになるんですよ。あの当時のジャネットさんはやっぱりねちょっとこなれてないっていうかね、キャラクター的にちょっと S っ気のある人じゃないですか。私が今ジャネットさんを描いたらこのぐらいの感じになりますよっていう感じだからちょっと違うじゃんっつって思うかもしれませんが、おそらくこのぐらいのジャネットさんで見てみたいわと思う読者の方々も多いのではないかしらっていう感じがしますけど。これやっぱり時代が髪型なんかね、今あんまりこういう髪型の人いないけど当時はこういうファラ・フォーセット・メジャーズなんてね知らないでしょうけどいたんですよ。そういうブロンドの女優さんがね。
あ、そうか。この後柔らで本阿弥さやかを書いてますからね。あの辺からああいう女性が出てくるんじゃないですか、僕の中で。さやかですね。これどっちかっていうと。ほらこんな感じでパイナップルアーミー見てみたいでしょ。ほらやっぱりね、こっちの方がいいっすよ。いろんな傷を背負っているにしちゃやっぱりちょっとね、当時の浦沢君の描く女性の幅が狭かったですよね。今だったらもう少し攻めますよね。でもこっちの方が好きっていう人が絶対にいるんだよ。全然こんなんじゃねえとじゃねえよっていう読者いるんですよ。わかりますわかります。はい、次。陳さんはね、本当に昔のサイン会やってる時に何書きましょうかって言ったら、陳さんお願いしますって言われてフリーズしましたけどね。ベースみたいな。このなんかこんな感じで、ここね、こう言ってたかな。でここでこう言ってこう言ったような気がして、ここでなんかテクノカットみたいになってるんだっけ。確かメガネはこのタイプ。それで鼻がもう少しこうか。そうするとこのぐらいかな。でかなりベースボール。こんな感じ。小柄だからね。うん。このぐらいじゃないかな。こんな感じじゃないかな。なんか黒い服着てた。どう答え合わせ。ああ、そっか。ほうれい線か。やっぱりここだとね、ここちょっと垂れてたような気がしたんだよね。まあまあまあ。で、次が。ああ、犬じゃん。これ、犬だよ。うん、こっち、これ系だよね。あ、ここにあれか、頭のここのラインがね。そうか、そうか。でも検証は合ってたね。くにちゃんか。
くにちゃんはね大丈夫ですよ。丸い眼鏡だったけど、どのぐらい丸かったかはちょっと、最近この手のまた流行ってますよね。割と露出の多いお洋服を着てらっしゃいましたよね。ね、悪巧みばっかりしてる感じのね。はい、次の方。ああ、グリマーさんね。グリマーさんの分け目だな。でかい荷物持ってんだよね。このぐらいじゃないかな。ああ、逆だった。分け目逆だった。髪の毛の分け目が逆だった。悔しいな。こっち分けか。エロイムエスサイムズのメンバーの誰か一人のかか。うわ、誰がどのあれだったかな。エロイムエスサイムズ、こういう風になってたような気がする。よくわからんな。髪型がまあね、どっち転ぶかだよね。こういう感じにはなってたような気がするんだけど。
ペードがこうなってたような気がするね。このぐらいのこんな感じ。まあ今の感じがしたらこれはこうだよね。トゲトゲだよね。こうかもしくは秒だよね。秒でいこうかな。こういう感じで。ここに安全ピンつけたいな僕今。変な手袋したいね。この手のロッカーだからガリッガリだよね。こういう感じでスペードだったような気がするんだよ。いかがでしょう。ああ、そうか。スペードこっちなんだ。そうか。この他にも何か書いてほしいっていうリクエストがございましたら、コメント欄の方にリクエストいただければ書かせていただきますので、どしどしお寄せください。まあね、40年の歳月というのは熟練みたいな方向に行く場合もありますけども、みずみずしさがなくなったりとかね、いろいろありますよね。それはしょうがないですよね。人間生きてるんだからね。そういうことで今現在の絵っていうのにたどり着いたっていう見方もあるわけで、人に歴史ありなんつうね。皆さんも40年間ぐらい絵描いて、40年前の自分の絵と今の絵を比べて年を重ねるもんだななんて考えにふけたりなんかするっていうね。毎日毎日やり続けるっていうのがいいですよ。またお会いしましょう。